皆さんこんにちは、フジロクです。今回は 300% 成功するスポンジケーキを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。今まで成功したことがなかった人も、これから初めてチャレンジする人も、ちゃんとしっかり1回で成功できるようにかなり詳しく解説していきます。よければノートなどを取っていただいてメモをしながらご覧になってください。まずは型紙を用意していきましょう。クッキングシートを用意します。そして今作っているのが側面の部分ですね。長いのを2つ用意してください。側面のこの長い部分ですね、普通ならばこのまま入れることが多いと思います。しかしそれをすると生地が漏れたりくっついたりすることがありますので、このようにですね1センチほど折り返してもらって、ハサミでチョキチョキと切って、このように足をつけていきます。これが1つ目のポイントです。そして足をつけたら残りの部分、丸い部分ですね、こちらもカットしていきます。こちらなんですけど、丸い部分ですね、このボールペンで印書いてるんですが、ボールペンのこの線より内側をカットしてください。なぜかというと、ボールペンの上をカットしてしまうと、たまにボールペンのこのインクですね、このインクがスポンジに移ってしまうことがあります。なのでインクが移らないように、必ずボールペンの内側をカットしてください。すべてが用意できたら、まずは側面、そして最後にこの丸い底の部分を敷いて完成です。ケーキの型より紙が 1,2 センチ出るように大きく作っておいてください。ぴったりでしてしまうと、たまに生地が漏れてしまうことがあるので、少し大きめに作っておきましょう。続いて薄力粉をふるっていきます。今回使用している薄力粉はログキッチンオリジナルブランドの薄力粉を使っております。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。薄力粉をふるうのは1回で大丈夫です。2回ふるった方がいいですかという質問とか結構いただくんですけども、古い薄力粉じゃない場合、新しい薄力粉の場合は1回で大丈夫です。そしてこちらですね、ふるったやつをこのように集めてしまう人いるんですけど、これ絶対にしないでください。せっかく新鮮な空気が入ってふわっと仕上がったのをね、また集めてダマにしてしまうことがあるので、ふるった薄力粉はそのままにしておきましょう。今回使用するハンドミキサーはテスコムというのを使っていきます。こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてください。続いてこちらは赤外線の温度計ですね。チョコレートのテンパリングとかによく使うものなんですけども、今回のスポンジケーキにも使用していきたいと思います。なくても作れますので、ある方はぜひ使ってみてください。こちらも概要欄にリンクを貼っておきます。それでは作っていきましょう。ボウルの中にですね、こちら水飴です。そして卵はL サイズの卵を3つ用意しました。水飴なんですけども、絶対に蜂蜜は使わないでください。なぜかというとですね、焦げてしまうんですね。スポンジが黒くなってしまうので、水飴を使用しましょう。そして続きましてこちら、牛乳、バター、そしてバニラオイルですね。バニラエッセンスだと揮発性があって香りが残らないので、バニラオイルを用意しましょう。続いてグラニュー糖です。こちらも必ずグラニュー糖で作りましょう。上白糖やきび砂糖を使ってしまうとスポンジがまた黒くなってしまうので、蜂蜜、上白糖、きび砂糖などは使わない方がスポンジがきれいに焼けます。すべての材料が用意できたら、まずはじめにバターと牛乳を溶かしていきます。電子レンジでするよりも、この後湯煎で泡立てますので、湯煎で溶かすのが一番いいと思います。電子レンジでやってしまうとね、たまに温めすぎて爆発して漏れてしまうことがあるので、湯煎でバターと牛乳と、そしてこのバニラが入ったものを溶かしていきましょう。湯煎で溶かすと温度は60度前後になります。この温度を今から40度前後に下げていきます。温度計がない方はですね、だいたい目安としては指を入れてあったかいなっていうぐらいまで温度を下げてあげましょう。熱すぎると
これどうなるかというとですね、スポンジケーキの泡、ふわっとした泡をこの熱で潰してしまうっていうことがあるんですね。なので必ず40度まで下げてください。ここ大事なポイントです。40度になったら、はい、次の工程に移ります。オーブンを170度に予熱しておきましょう。今回使用するオーブンは東芝の石窯オーブンです。湯煎の温度は70度前後で用意しました。今からノーカットでお届けします。もしよかったら皆さん作られる際に一緒に同時進行で作ってみてください。ボウルにグラニュー糖を一気に入れます。そしてハンドミキサーで泡立てていきます。ここでポイントです。最初から湯煎に入れないということが大事なポイントです。なぜかというとですね、この時点で入れてしまうと炒り卵のように卵が固まってしまうことがあります。なのである程度砂糖を溶かしてから空気を含ませてから湯煎に入れて泡立てていきます。ハンドミキサーの速度は5段階中の3番中速で泡立てています。およそ1分ぐらいですね。1分ぐらい中速で泡立てるとグラニュー糖がしっかり溶けてくれますので、このまま湯煎に入れて泡立てていきましょう。湯煎で泡立てることで卵の表面張力が失われ、ふわっと泡立てることができます。お湯が熱すぎると卵がですね、火が入ってしまうので、必ず最初のお湯の温度70度守ってくださいね。それではしばらく湯煎立てをしていきましょう。どこまで湯煎立てをしたらいいのかというと、この卵の温度ですね。この卵の温度が40度になるまで湯煎立てをしてあげてください。40度になれば湯煎から外して OK です。温度計ある方は40度になったかどうかチェックして下ろしてください。温度計持っていない方は一度ハンドミキサーを止めていただいて、自分の指を入れてちょっとあったかいぐらいかなというところで止めていただいて OK です。今回のこの湯煎で泡立てる方法というのは友立て法と言います。通称ジェノワーズというのを今作っています。友立て法が基本的なスポンジケーキの作り方なんですが、以前私が YouTube でアップした250% 成功するスポンジケーキ、こちらは友立て法ではなく別立て法で作っております。この違いを今から少しだけシェアさせていただきます。別立て法というのは卵白と卵黄を分けて作る方法なんですけども、卵白に砂糖を入れてしっかりとしたメレンゲを作って、その中に卵黄を入れ、そして薄力粉、牛乳、バターを入れるという作り方ですね。こちらのメリットは何かというと、卵白さえ冷たくしておけば、砂糖のタイミングを間違わなくてちゃんとしておけばほとんどが成功するというので、250% 成功するスポンジケーキでは友立て法より難易度の低い別立て法でお届けさせていただきました。そして今回は友立て法になっております。こちらの方が別立てよりも少し難しいんですけども、すごくしっとりしていて、そして一般的にパティシエが作るやり方なので、今回は少し難しいかもしれないんですけども、皆さんが成功するように一生懸命解説しますので、引き続きメモを取りながら見ていってください。さあ40度になりましたね。そしたら先ほど言った通りこちらを下ろします。そして引き続き泡立てていきましょう。今の段階でだいたい折り返し地点ぐらいになっています。もっとふわふわに泡立てていきます。最終的にはこの生地で文字が書けるぐらいまでふわふわに仕上げていきましょう。はい、それでは速度を変えていきます。一番マックスの高速にしていきます。テスコムのハンドミキサーをお持ちの方は5番で泡立てていってください。そしてこのようにして斜めに泡立てていきます。ボウルもハンドミキサーも斜めにして、なるべく生地をハンドミキサーの羽に全体的にまとわりつかすんですね。生地の中にハンドミキサーがぐっと入り込んだようなイメージです。
この泡立て方をするとかなり早く泡立ちますので、よかったらやってみてください。そして元の位置に戻ってさらに泡立てていきます。泡立てる時必ず皆さん左手、ボウルを持ってる手も回してください。ハンドミキサーだけ回しているとどうしても泡立たないところが出てきてしまいます。なのでハンドミキサーも回しつつボウルも回す。そうすることで均等にムラなく泡立ちますので、右手も動かしながら左手も動かすことをお忘れなく、このように泡立てていきましょう。一番初めの黄色い生地と比べていかがでしょう。かなり白っぽくなりましたね。スポンジケーキのレシピによく登場する言葉で、生地をもったりするまで泡立てるというのがあるんですけど、そのもったりって何っていうとですね、生地をこう持ち上げて、それで文字が書けるぐらいというのが正しい表現かなと思います。今の段階ではですね、生地を持ち上げてポンと落とすと多分スッと消えてしまうんですね。なのでもう少し泡立てていきます。もったりという一言で結構書かれているレシピ多いんですけども、生地を持ち上げて、その持ち上げた生地で文字が書けるぐらいというのが一応の目安になりますので、よかったらこちらも覚えておいてください。今回は18センチのホールのレシピで作っています。よくある質問で、15センチならどうしたらいいですか、21センチならどうしたらいいですかというのがあるんですけども、よかったら覚えておいてください。18センチのレシピにかける 0.75 から 0.8 をかけると15センチの配合が出ます。逆に21センチはですね、もっと大きくなるので、だいたいかける 1.25 から 1.3 をかけると21センチのレシピが出ます。それでは一度生地をチェックしましょう。持ち上げてみて数字の8を書いてみます。はい、こちらね、数字の8を書いて、消えなかったらいいんですけど、ちょっとね今消えかかってたので、もう少し泡立てていきますね。しっかりとこう残る、しっかり残って小麦粉入れても潰れないよっていうぐらいまでふわふわに泡立てていきます。立てすぎかなっていうぐらいが目安だと思いますので、しっかり泡立ててください。あともう少しで完成です。先ほどと同じようにチェックするんですが、ハンドミキサーを止めて生地を作って数字の8を書きます。そしてその数字の8が消えずにずっと残るぐらいで完成になります。はい、ではちょっとチェックしてみましょう。ハンドミキサーをカチッと止めて生地を持ち上げて、はい、数字の8、はい、これがしっかり消えずに、1分間ぐらいかな、キープできたらいいんですけど、1分も放置しているとあんまり生地に良くないので、10秒ぐらい放置してみてください。はい、これぐらいの生地ですね。よかったらここスクショしておいてください。スクショタイムです。これぐらい。はい、これぐらいができたら続いて生地のキメを整えていきましょう。ハンドミキサーの速度を一番遅い低速にします。そしてこのようにハンドミキサー自身を上下に動かしながらボウルもゆっくり回します。1分ぐらいかけて生地のキメを整えていきます。なぜこの作業をするかというとですね、シャボン玉で例えたら分かりやすいと思うんですけど、大きな泡をずっと残しておくと、この大きな泡と小さな泡が今乱立している状態なんですけど、オーブンの中でこの小さな泡が大きな泡に飲み込まれて、結局そこがパーンと破裂しちゃうんですね。そして気泡が粗くなってしまいます。なので全体的にキメが細かい小さな泡がたくさんある方がスポンジケーキカットした時にきめ細かくて口どけのいい生地になりますので、この低速1分ゆっくり泡立てるというのは絶対しなくちゃいけないので、ここ忘れずにやってくださいね。ハンドミキサーを低速にしながら左手をゆっくり回すんですけど、この左手ゆっくりを割とね皆さん忘れがちなので、右も左もゆっくり回してください。はい、こちらで生地が完成です。ふわふわのピカピカでいいですね。これぐらいしっかり泡立てて、そしてこれぐらいしっかりきめの細かいものを用意しましょう。はい、ではここからスピード勝負です。薄力粉を3回に分けて入れていきます。ゴムベラで切るように混ぜていきます。
切って返す、切って返す、切って返す時に左手がぐるっと回っています。はい、こちらの混ぜ方、ゴムベラマスターという動画を撮っておりますので、できない方は先にそちらで勉強をしておいてください。この混ぜ方、よくレシピの本ではさっくり混ぜるという一言で書かれているんですけども、具体的に言うと、右手でひらがなの「の」を書きながら左手で半時計回りに回すということですね。はい、3回に分けて薄力粉を入れていきます。薄力粉は必ず混ざりきる一歩手前で加えてください。混ざりきってから全てを入れてしまうってすると、結局混ぜる回数が多くなってしまって空気が消えてしまいますので、薄力粉は混ざりきる一歩手前で入れるというのもルールになっています。3回目の粉が入ったら、ここは混ざりきって大丈夫です。そしたら生地の一部をですね、このバターと牛乳に入れます。はい、こちら偽成生地というものですね。バターと牛乳そのまま入れてしまうと液体が底の部分に沈殿してしまいますので、生地の一部を入れて、はい、少しとろみをつけて入れるというのを偽成生地と言います。こうした方がかなり混ざりやすいので、よかったら覚えておいてください。温度測ってみましょう。はい、こっちとこっちの温度がいい感じ、誤差が 2,3 度でいいかな。はい、23度と22度でしたね。はい、もうぴったりです。これぐらいの温度で混ぜていくと生地が潰れません。バターと牛乳入れるときはこのようにしてゴムベラに当てて入れてあげてください。直接入れてしまうと沈殿してしまうので、このようにゴムベラで1回クッションを当てて全体的に入れる。そうするときれいに混ざりやすくなります。バターと牛乳がきれいに混ざったら完成です。こちらの粉を入れる、バター牛乳を入れるっていうのをできるだけ手早くしてください。目標は1分以内です。1分以内にできると最高の生地ができると思います。はい、それでは混ざったので型に流していきましょう。この時の状態よかったら覚えておいてください。そしてスクショタイムです。このようにリボン状にパタ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 と落ちる生地がいい生地になっています。ボウルに残っている最後の生地、今ねこそげ落としている生地なんですけども、こちら名前がついておりまして、死に生地と言います。生地が死んでるっていうか弱ってるんですね。何回もこうゴムベラで触っちゃって生地が弱ってるので、そのまま焼くと跡が残ってしまいます。なので元気な生地ときれいに混ぜ合わせて、そしてトントンと2回ぐらい空気を抜いて焼いていきましょう。170度に温めたオーブンで30分焼いていきます。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。最後の方ちょっと焦っちゃったと思うんですけど、ついてこれましたか？焼けたのがこちらになります。チェックをしてみましょう。竹串で刺してみて生地がついてこなければ完成です。そして2回ほどトントンと落として中の蒸気を抜きます。上にケーキクーラーを乗せてひっくり返します。そしたらケーキの型を取って、そしてさらにひっくり返します。手を当ててよいしょ、ひっくり返してこちらで完成です。逆さにしたままだとちょっとね網に生地がくっついちゃうことがあるので、必ずすぐにひっくり返してあげてください。できたら粗熱を取ってラップに巻いて一晩寝かせて、翌日に生クリームのデコレーションをすると美味しいスポンジケーキになります。当日よりも翌日の方がしっとりするので寝かしてあげてくださいね。はい、できたものちょっと高さ測ってみましょう。およそだいたい6センチぐらいですかね。5.5 から6センチぐらいの高さになっています。これぐらいになればベストですね。5センチで合格点だと思いますので、よかったら作ってみてください。ぜひ何回も動画を見直してしっかりノートを取ってからチャレンジしてみてください。皆さんが上手にスポンジケーキを焼けますようにお祈りしておきます。頑張ってください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。その他 SNS もやっていますのでフォローもよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。